豚バラ肉を使用させていただいております。誰もできへんで。好きなものをとれるだけ食べれるっていうのが一つ一つね、とっても美味しくて個性があったと思いますけれど、はい、だから食べ飽きない。それな、もう。じゃあ、一個だけもあると思う。こっちにつけてない。そうそうそう、あと一個つけた。一緒にやるっていうきっかけがあったんですか？私がもうこれずっと長いんですよ。居酒屋やったり社員食堂やったりずっとやってきて15年間ぐらいですかね。だからあの子はあの子で違うことをやってて、なのでなんか今朝ごはんブーム来てるなみたいな2人でランチしてるっていう話から、なんかそれやったらおばんざいの朝ごはんやりたいなみたいな感じだったし、じゃあやってみるみたいな感じだね。ただそんなノリ。そう朝ごはん多いから、まあやりたいなみたいな。そもそももう私がやってることやったから話は早く、もう店オープンするまでに約1ヶ月半ぐらいでオープンしました。なんか平均何品ぐらい決まってるんですか？手作りのこうやっておばんざいが5品、であと、5は焼き鮭とか明太子梅干しとか、自家製のぬか漬けとかそういうものですね。5種で全部で10種で、そこにカレーが加わってきたり唐揚げが加わってきたりして、そうなんか朝ごはんを2人で食べに回ったんですよ。やるってなってから。今もう京都市内にあるほとんどの朝ごはんを食べに回って、食べ放題はなかったんですよ。おばんざいの豆皿にのす朝ごはんとかは普通にあるんですけど、食べたいものを食べたいだけっていうのがなかったので、じゃあやってみようよみたいな。同じものを2個とかもいけるってこと？全然いける。だからずっと延々お茄子ばっかり食べてる人もいるし、もう偏りますよね先生。嫌いなものがあったら食べへん人が多いから、鮭ちょうだい鮭ちょうだいって言って、鮭と味噌汁はおかわり自由じゃないので1人1杯なんですけど、おばんざいはなんぼでも食べ放題、食べたいだけ食べてもらえばいいので、男の人でもまあ30皿40皿ぐらい食べた人はいるかな。フードファイターみたいな人もいるから。じゃあ結構仕込む量が難しいですね。やばいですね。読めないんですよ。だからその時によって食べる人と食べへん人の女性ばっかりの枠に入ると結構残ってくるし、でもまあ4枠あるから全然消費しますけどね。こんだけ作っても2日持たないんですよね。でも作れる機材というかお鍋も決まってるので、作りたくても作れないので、2日に1回か前日に前倒しで1品なくなったらその日に1品追加してっていうのを繰り返して、全部で10種にはなるようには仕上げていってます。これは何ですか？これは小芋の煮付けですね。
材はでもお野菜はもう八百屋さん、市場の直送ですね。もう朝毎朝持ってきてもらってます。鶏肉は鶏肉屋さんで、市場の鶏肉屋さんに持ってきてもらって、卵は卵屋さん、卵もう専門店嵐山にあるんですけど、そこで契約させてもらって、一応全部にはこだわりはあって取り寄せてます。やっぱりね、あそこの卵違うんですよね。何回もいろんなところ試して。もともと私卵の店やってたんです。卵の店というか名前が卵と当てっていう、ほとんどが卵料理。塗装が何でも OK やから。今からこれ筑前煮みたいな炊き合わせを作って、あとまだほうれん草があるし、ほうれん草の浸しみたいなのを作って、で私ね、レシピも何もないんですよ。目の前にこうやりながら、これやろうか勝手に作るから。食材を見て。そうそうそう。すご。送られてくる食材をで、大体じゃあこれしようかな、あれしようかなぐらいです。毎回料理が決まってるというよりも、食材によって毎回変わる。あ、そう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 。もうこの間はこれの味付けしたし、今日はじゃあこれにしようかなとかで変えていきます。だからその教えられたことがないから全部自己流やし、多分今でもそうなんですよね。なんか飲食にはずっとついてたんですけど、仕出し屋さんとか、でも別に教えられるっていうことはなく、ただ単に大根切れと言われたら切ってただけで。その時社員食堂も併用してやってたので、社員食堂の方にもう一本に切り替えたんですよ。社員食堂一人でやってて50人分ぐらい作ってたんですよ。ずっと13年ぐらいかな。毎日同じ人数分をただ作って、ごちそうさまいただきますみたいな感じでしょ。それをなんかやっぱり商売したいなと思って社員食堂をやりながら居酒屋を始めたのがきっかけなんです。社員食堂8年目ぐらいの時になんか夜もやれることあるよなと思って、じゃあ居酒屋やればいいやんって感じで、もっとでっかいの想像して5種類ぐらいあるねん、大きさが。一番でかい樽を買って、でそこに豆腐を入れてお客さんの目の前で配るっていうのをしたら映えるんじゃないかっていう。これ10個入りとか10個入りの10パック、なんかもう意味色も変わったんですよ。食べたらあかんで絶対。これは何になるんですか？これはもう甘辛くささっと食べます。そのあれが今になって役立ってるというか、まさか朝ごはんでこんなんと思ってへんかったから、普通になんか鮭焼いて目玉ねだし巻き巻いてとかやんのかなって思ったけど、
豆皿で食べ放題にしようよっていう案が決まった途端、やばいなこれと思って追いつかへんわってで朝が早いから朝に仕込むっていうのはもう簡単なものしか無理、だからもう100%と90%ぐらいはもうほとんど前日に仕込んで寝かして味を染み込ませてってやらないと。2人で久しぶりにランチをしてたら、朝ごはんがいいよねみたいな話になって、でやりたいなっていうのからそういう話をご飯を食べながらしてたら、そのお店のママさんが2人でやったらいいじゃないみたいな、行動派の2人がやればすぐ形になるんじゃないの、面白いじゃないっていうのからふと2人が気づいて、あ、じゃあやってみるって言って、その次の日に物件決めましたそう娘の友達やし、で私娘を早くに産んでるから、その娘と私の年齢差が他のお母さんよりとかはだいぶ狭いので、飲み友達でもあるというか、娘がいなくても娘の友達とご飯を食べに行ったりっていうのが普通やから、長女の友達はみんな私の友達みたいな感じもともと私もおばんざいやってたし、あの子も飲食やってたし、だから作るのは担当は私で、他の部分で動いてくれるのは向こうっていう分担をしたら早かったっていう。今まではそれを一人でやらなあかんかったから、形にするのもインスタを動かすのも広告出すのも作るのも買い出しするのも全部一人やったんやけど、それを2人で分担できたから今でも結構早い。21年って5年前に初めて飲食やり始めて、コロナ中に。でその年を4年ぐらい、2021年にチキン屋さんをコロナ禍でオープンして、で半年後に2店舗目オープンして、でその後にタッカンマリの店、2店舗目とタッカンマリの店とチキンを全部閉めたんですけど、で最終アサイーボウルの店して今って感じです。もともとこう飲食というかそういうのを目指してやってきてたんですか？全く働いたことなかったです、飲食。なんかもう急にめっちゃ韓国好きでよく行ってたんですけど、めっちゃチキン美味しいみたいな、日本でも食べたいなと思ってて、でそこでやろうかなと思ってやってみたんですけど、なめてましたねやったことなかったから飲食が大変すぎて。でもなんか結局何回も飲食店やっちゃってるって感じ。あ、コロナ1店舗目はもうめちゃくちゃうまくいきました。で調子乗って2店舗目出してこけました、めっちゃ調子乗って、それより前も全然飲食とは関係ないことしてたんですか？全く普通に着物の資格取ったりとか、なんか全然飲食とは関係ない。それが今このお店をまた飲食をそうなんですよ店作ったりするのは好きです。なかなか友達のお
お母さんと店始めないと思うんですけど。そうですよね。あ、結構詰め込んでいろんなところ朝ごはん食べに行きました。開通さえさせてもらったら横に余ってる冷凍庫が1個あるから。爽やかな人。本日は東さんの朝日お不動産にお越しいただきありがとうございます。カウンターの前の方からお茶碗を一つご自分のを取っていただいて一度下ろしていただいてもよろしいでしょうか。本日のおばんざいの方はほうれん草とカニカマのサラダ、明太子梅干し焼き鮭、後で唐揚げが上がってまいります。全部で13種類ほどになります。カレーの方も今日はお召し上がっていただきたいと思います。ご自分の好みのものだけを取っていただいて自分なりの朝御膳を作っていただきたいと思います。お写真よかったらどうぞ。そうしましたらお米の方が炊き上がってまいりました。当店のお米の方は南丹市の上吉地区にある松崎農園さんのコシヒカリを使用させていただいております。一番最初に煮え花というところをいただいてもらいます。まだ芯が残っている状態なんですけども、お米本来の甘みや香りも一緒にお楽しみいただきたいと思います。こちらの方になります。
材の方美味しい。まろやか。青の方も卵かけご飯に締めでお楽しみください。魚野にある卵屋さんの卵でお願いいたします。のでおかわり何度でもしててください。置いときます。ありがとう。お芋です。いんげんとぬか漬けになります。はい。はい。はい、どうぞ。オーランダムにカウンターの上にめちゃくちゃいっぱい乗せるんですよ。でそれを並んでるのを自分の好きなように取って自分なりの朝御膳を使って作っていただくという感じです。こちらにいたしますか。人気なのこっちですね。はい。これは卵で。大丈夫です。声お願いいたします。重ねていただいても全然大丈夫なので。あ、本当。宮崎4分やったしな、大丈夫。どうぞ置いときますね。前の方にお好みのものがなければお声かけくださいね。どんどん出していきたいと思います。ごちそうさまでした。一つ一つね、とっても美味しくて個性があったと思いますけれど、はい、だから食べ飽きない。里芋さん、鮭も美味しかったし、唐揚げも美味しかった、全部美味しかったんですけど、私芋姉なんですお米はね、あれだけか噛みしめて食べたことなかったから美味しかった。ちょっと身動きが大変です。頑張って歩いて帰ります。で最初ね、それをもう考えてたんですけど、もうどんだけ作ればいいかっていう分量もわからないので、お味噌汁だけはお一人様一杯限りってなってるんですね。唐揚げ2個いってましたね。唐揚げ実は3つ食べました。はい。ありがとうございます。私がインスタで見つけて京都で朝ごはん探してて、今日朝早くから来る予定だったので
ちょっと遠いけど来てみようかなと思って。東京から東京か。はい。そうですね、楽しかったし、自分が好きなのをやっぱりつまんで食べられるから。で、おばんざいのいいところで、ちっちゃいのがいっぱい並んでるんで、いろんな種類食べれて、それがいいですね。私もちょこちょこいろいろ食べるのが好きなので、美味しいご飯と美味しいお味噌汁と一緒におかずがいっぱい食べられて大満足です。それぞれなんか一つ一番美味しかったなみたいなのあげるならなんかありますか？一つ？私2つあるんです私はお味噌汁と唐揚げ。僕はお味噌汁ですね、やっぱり。ちょっとおばんざい屋さんで申し訳ないですけども、でもお味噌汁はすごい美味しかった。はい。お米も甘くてつやつやでね、お米もね美味しかったですね。でもやっぱり甘みが最初の出てきたやつは芯は残ってて美味しかったですね。それで、あんまり経験のない食べ方だったんでいい経験ができましたね。はい。店名はなんか由来があるんですか？奥戸さんはもうそのままですね、ご飯を炊く台所、今日の台所、昔はその釜で炊くのを奥戸さんって呼ぶみたいなので、それを朝ごはんの米がまあ中心になるので。本日のおばんざいの方はお茄子のおだしいただきたいと思います。すべてのものをおかわり自由となりますので何度でもお召し上がりください。松崎農園さんのコシヒカリを使用させていただいております。まだ少し蒸れる前なんですけども、水分が残った状態ですね。水分が残った状態のところなんですけど、そこを先にいただいてもらいます。工藤さんのお味噌汁の方は上京区にあります島村さんの白味噌を使用しておりまして、豚バラ肉を使用させていただいております。お手元の方にあります山椒の方を少し入れていただきますと、また違った香りもお楽しみいただけますので。すごいね。うん、美味しい。絶対全部取るよね。ね。これがすごい。うん。
始の時まで待ってるんですか？はい。最後まで全部揃うの1回出ましたので、次送るのは、また2週目となります。同じものが並びますので。これも取れるしね。あ、いいや。みかん食べたい。英語誰もできへんで。はいどうぞ。はいどうぞ。ありがとうございます。インスタ流れてきてきました。なんかいろんな説明聞けて面白かったです。好きなものを取れ好きなだけ食べれるっていうのがめっちゃいい。確かに。苦手なものを置いとける。それはなんかこれはいっぱい取っちゃったみたいなのありました？ほうれん草。3つ言ってました。3ついきました。じゃあ3ついってました。一口でもこのサイズでも。いてもない。うますぎて。唐揚げも美味しかったんですよ。ご飯も美味しくて。3杯いった。3杯いった。これも3いきました。卵も食べました。卵も。味変いっぱい。すごかった。ご飯系の味変が。確かに確かに。進むな。全部美味しかった。最高ですね。最高ですね。お米は美味しいですね。美味しい。その段階によって味が違うっていうか、最初は芯が残ってるような、でもあんなの食べることないし、そんな段階のやつを初めての経験でした。ちょっと寄ってきたわこれ。やばいって。ごちそうさまです。ありがとうね。また来ます。ありがとうございます。ちょっとリベンジする。ちょっとリベンジするわ。ちょっと卵揚げ食べれへんかったしな。朝は弱いですね。朝ごはんの店やのに。もっと観光客の方に広まれば朝が多分埋まってくると思うんですけど、今は地元の人の方が多いから昼飲みしようかなと思ってます。みんなおばんざいとお酒飲みたいって言わはる人も多くて、あとは外人さんとか観光客の人もっと広めたいなと思って。